皆さんこんにちは、天狗そばです。今日もですね、ゆるーく雑談をしていきますので、何かしながらでもゆったり聞いてみてください。そして何かありましたらですね、気軽にコメントをしてくださると嬉しいです。どうぞよろしくお願いをいたします。ということで、今日も始まりました天狗そばの雑談ですね。今日ちょっと頭がぼーっとしてましてね、話すのがちょっとゆっくりかもしれない、カミカミかもしれないです。というのは、めちゃくちゃ寝坊しちゃいました。めちゃくちゃ寝坊した。今ね、8時なんですけど、7時半まで寝てました。私にとってはですね、すごい寝坊っていうか、寝坊っていう言い方もおかしいんですけど、私ね、寝るのが、お布団に入って寝るのが9時ぐらいなんですよ。小学生ぐらいなんですよね。そう、結構こう見えて、なんでしょう、ロングスリーパーと言いますか。結構ね早く寝ておかないと朝ねとんでもない時間に起きることになってしまうんですよね。それこそね夜更かしなんてしようもんならもうねほんとね10時とかに起きてあれ一日が短いみたいなね風になってしまいますのでゴミ出しがみたいなねなのでですね普段は9時ぐらいに寝て起きるのがねだいたいそうですね5時ぐらいとか4時半ぐらいに自然に目が覚める時もありますし、だいたい5時ぐらいかなという時もあります。それでプラスお昼寝もしますね。っていうね、お話を今日はちょっとしていくことになると思うんですけど、昨日、ちょっとなかなかね、うまくいかない日で、まずお昼寝ができなかったんですよ。なんかね、お布団に入ってもいつも通りちょっと眠くなってきたなと思って、疲れてきたなと思ってお布団に入っても眠れない。で夜布団に入ってまず9時ぐらいに入ってまず1回寝たんですけども11時ぐらいに起きちゃったんですよ。もうその日のうちに起きるっていうね起きちゃって、それからずーっと朝まで5時ぐらいまで起きてて、それからまたちょっと二度寝みたいな感じでもう1回寝たんですね。それで起きたのが7時半ということで今慌ててね、顔を洗って着替えて、マウスウォッシュをして、でちょっと身の回りのものを片付けてですね収録をさせていただいておるという感じなんです。だからちょっと起きたのが30分前なんで頭がぼーっとして変なこと言わないかちょっと心配です後で収録聞いてみたらさ、何この人何言ってんのみたいな風にならないかどうかちょっと心配なんですけれども、ぜひぜひね最後まで楽しんで一緒にね楽しんで、雑談をしていきましょうということで、今日のテーマ、雑談テーマ、100の質問に答えているところなんですけれども、今日は7つ目の質問ですよね。Day7 ということで、最近誰かに言われて嬉しかった言葉は？これが今日の雑談テーマになります。皆様どうでしょうか？最近ですよ、最近。最近って言ったらどれぐらいだろう？何ヶ月まで OK？ 半年ぐらいはいいんじゃないですか？うん、だって誰かに言われてね、うわ嬉しいなそれっていう心からね思える言葉ってなかなかね、私もねこの収録のためにちょっとふと思い出してはみたんですけれども、やっぱりなかなかないですよね。そもそも人とあまり私は関わってないっていうのもあるんですけれども、大いにありえるんですけども、もしね毎日こう会社に行って働いているとか、そういう方でしたら、もしかしたらこうね何かこう上司の方から嬉しい言葉とか部下とか、あと取引先の方から何かねお褒めの言葉があったりとか、いろいろあるかもしれないですよね。ただねやっぱり私遡ってやっぱり大体そうですね4、5ヶ月ぐらい遡りましたね。それで3つの言葉絞り出しましたいやいや、別にね私の周りの人たちが私に嬉しい言葉をかけてくれないような人たちっていうわけではないんですよ。そうではないんだけどやっぱりね
こう嬉しいことってやっぱり不思議なんですけど、ふと忘れてしまうと言いますか、私がねネガティブな人間なのかな。こう言われてね、悲しかったこととかってね結構いつまでも根強く覚えてたりするんですけれども、嬉しかったことはって聞かれると、あれ、なんかあったような気がするんだけど厳密に覚えてないなみたいなね、なんかそんな風になっちゃってね、良くない癖ですよね。逆ですよね、普通ね。悲しかったことやね、嫌だったことなんてさっぱり忘れちゃいましょう。嬉しかった言葉を覚えておくべきですよね。うん。本当ね、そういうふうに思って今回反省をいたしました。さてさて、ということでですね、皆様どうでしょうか。最近誰かに言われて、この半年間ぐらいで、だいたい誰かにね、こう言われて、なんかそれ嬉しいなって、こう心からね、思えたこと。そんなことをね、思い浮かべながら、自分って幸せだな、こんなこと言われてたんだな、嬉しいなって感じながらですね、それを、なんでしょう、実感をしながらなんか大げさかな、この放送をですね、聞いて楽しんでいただきたいななんていうふうに思っております。もしよろしければですね、言って差し支えないというような内容でしたらですね、コメント欄にでも書いてくださると、この方はこんなことを言われて嬉しかったんだななんていうふうに私もねほっこりできますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さて、私もですねいつも通り3つ用意させていただきました。最近誰かに言われて嬉しかった言葉3選ですね。1つ目、天狗そばって昼寝の仕方がうまいね。これですこれなんか結構嬉しくて、なんか嬉しいっていうよりも結構常識が覆されたみたいな感じなんですよ。皆さんどうですか？お昼寝ってなんかさっき私もね実は昼寝してるんですよ、夜もしっかり寝てるしプラス昼寝してるんですよって言った時どう思いました？正直昼寝してるってちょっとサボってる感ありません？なんか例えば隣で昼寝してる人を見た人も、この人サボってるなって思うし、怠けてるなみたいな。で寝ちゃった本人もパッて起きた時に、すっきりした、最高っていうよりは、あれしまったね、こんな寝ちゃったなって、ちょっとした罪悪感みたいなのを伴うこう目覚めじゃありませんか？どうでしょうか皆さん。どうです？なんかね、遠くの方で聞いた、なんか遠くの方でどうでしょうか、2020年ぐらいかなに、なんかたまたまテレビ見てて、なんか朝の番組とかでやってた、なんかワイドショーかなんかでやってた、なんか離婚する、なんか離婚を考え始めたきっかけランキングみたいなのがあって、なんか男女別でね、で奥さんの方はこういう理由で、旦那さんの方はこういう理由でっていうのがこうランキングになってるような番組をたまたましてたのを見たんですよ。なんかね、病院かどこかの待合室だったと思うんですけれども、その時にね、確かね、旦那さんが、だいぶ前の話ですよ、旦那さんが奥さんに対して、ちょっと離婚しようかなって思うきっかけになる、言動の第1位がね、確かね、昼寝だったと思うんですよ。うん、自分が仕事を昼間しているのに、うちで昼寝しているっていうのが、腹立たしくてしょうがないらしいんですね。っていうのを見て、へえ、そうなんだ、昼寝ってまずいんだって思って、私もね、反省とまではいきませんけども、なんでしょう、昼寝って一般的にこう歓迎されるものではないんだなっていうのを結構こうずしんとなんかこう受け止めてしまったというか、結構シビアだなって思った記憶があるんですよ。それでね、最近になってちょっと寝るっていう話、睡眠の話をたまたま友人としていたところで、その友人はですね、実はね、一緒に暮らしたことがあるんですよ、かつてね、若い時に。でシェアっていうんでしょうかね、それをしていた時に、私がね昼寝をしていたっていうことをよく知っているんです。なので言ってくれた言葉なのかなっていうふうに思うんですけれども、その
方は外で働いていて、なかなかね昼寝するなんていう時間は確保できないと。それで午後のね業務にやっぱりちょっと差し支えがあると言いますか、午前頑張ってお昼食べて、そこでやっぱりぐっと眠気とか疲れみたいなのが来たりとか、あるいはねさらに悪い時、例えばこうね何かこう本当に忙しかったりプレッシャーのかかる仕事だったりすると、なんかやっぱりこう精神的に不安定になるというか、こう胸がざわざわしたりだとか、普段は気にならないような他人の言動がすごくこう気になってしまって、なんか自分に向けられているんじゃないかっていう風に感じてしまったりだとか、そういったことがあるという話をしていて、それでその方もですね、休みの日はせめてということで昼寝をですね取り入れるようにしたみたいなんです。ちょっと一回お昼ご飯食べてから一回休んで、で午後もう一度改めて活動しようと。ただね、やっぱり昼寝をし慣れてない方っていうのは、なかなかね昼寝って言ってもどうやってやったらいいかがわからないみたいなんですよね。で、し慣れている私からしますと、昼寝がね、正しい昼寝の仕方なんていうのはもちろんね、人それぞれでありまして、絶対こうだなんていうのはね、ないんですけれども、一応偉そうにですね、レクチャーしてみました。いや、昼寝っていうのはね、こうやってやるんだよみたいな感じでねお前は誰だっていう感じなんですけれども、そしたらね、こんな風にね、褒めてもらいました。天狗そばって昼寝の仕方がうまいね。ということでね。なんかこう、昼寝をしてるのなんかすごいこう、サボり上手みたいな風に言うこともね、いくらでもできたと思うんですけれども、そこで、昼寝の仕方が上手だっていうこう言い回しに変えて、こうなんていうのかな、変えてというか、その方の、心からこう思った上手だねっていう風にこう褒めるつもりでね言ってくれたと思うんですけれども、なんかそういう言葉がね聞けたっていうのは個人的にはすごく嬉しかったなっていう風に思います。そうそう、昼寝っていうのもねなかなか歴史がありまして、確かね国によってはもう本当文化の一部としてお昼寝がね推奨されていたりだとか、学校であったり会社でもきちんとお昼寝の時間が確保されている国があるということは聞いたことがありますよね。シエスタなんてよく、聞くと思うんですけれども、スペイン語圏なのかな、スペインのなのかな。あとはやっぱり赤道直下の国々は結構お昼寝するっていうのは当たり前みたいで、もうあえてねそんなこう名前をつけずに、昼寝っていう名前をつけずに、もうお昼ご飯を食べたらゆったりするんだと、もうそうしないと暑さに耐えられんとそういうね文化を持つ方々もいらっしゃると。私もですね、若い頃にですね、20ちょっと過ぎた頃ぐらいにですね、一度インドの方に結構長い期間バックパックをしたことがありまして、その頃もですね、ちょっとねお昼過ぎぐらいの時間ってお店の方々も寝ちゃってる時があるんですよね。私もちょっとなんかこういろんなところ回ったりとか、なんか道に迷ったりしていて、お昼を食べるのを忘れていて、ちょっとこう1時ぐらいになった時に屋台でねどこかご飯食べようと思って探したら、大体もう人がいないんですよ。屋台にも人が消えてると。でふってみたら近くのベンチとかでおじさんが寝てて横になってね、多分あの人屋台の人だなみたいな多分あの人屋台のおじさんなんだけど、もうお昼寝しちゃってるんだなっていう感じで、わざわざ起こしてちょっとカレー盛り付けてよなんてね、そんなこと言うのもなんか申し訳ないんで、困ったなと思って結局サブウェイに入ったっていうそんなね逸話もありました。あのそうそう、だからね結構暑い国とかね、年中気温がね高いような国とかだとこういろいろね工夫があるみたいですよね。チャイみたいな熱い飲み物をあえて飲んだりとか、砂糖をいっぱい取ったりだとかでいろいろあると思うんですけども、その中に、当たり前のように昼寝をすると。昼寝っていうよりも
仮眠みたいな感じなんでしょうかね。ここで気になるところがですね、私たちの国はいかがなんでしょうかというところなんです。日本、ちょっと調べてみますね。日本仮眠文化で調べると、ですね、日本の仮眠っていうのがですね、実はね、ちょっとこれ残念なんですけれども、文化的にですよ。文化的に、日本の昼寝とか仮眠とされているのが、居眠りっていうものなんですよ。で、居眠りっていうものを調べてみるとどういうことなのかというと、こう何かをしている最中に意図せずに眠りに落ちてしまうことなんですよね。あるいは立ち寝っていうのもありまして、電車の中とかどうこれって文化なのかなって思うんですけども、電車の中とかで、立って、お疲れなんでしょう、頑張ってねお仕事されている、午前中頑張ってお仕事されて、お昼ご飯食べてちょっとこううとうとしてきちゃってっていうのももちろんわかるんですけれども、立ち寝だったり居眠りだったりっていうのは何でしょう、こうみんなにこういうお昼寝していいですよっていう制度として導入されているわけではないですよね。どちらかというとなんですけど、何かをしながらこう思わず寝てしまうってちょっとなんかビクビクしませんか？なんか誰かにバレてるかなとか。だって授業中に居眠りしてたら先生に怒られて起こされるのってなんかよくあるパターンじゃないですか。もしかしたらね、先生が寛容な方でなんかこう、寝かせておいてあげなさいみたいな人もいるかもしれないですけど、ほとんどの場合は悪いこととして認識されるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でもちろん立ち寝もですね、立ち寝を怒る人はいないかもしれないんですけれども、もうちょっと何かこうなんでしょう、効率的に休ませてあげるようなシステムみたいなものがあったらいいななんていうふうに個人的には思うんですよね。よく一時期聞きましたのがパワーナップっていうものでしたよね。日中、どの時間帯でもよかったのかな、確か。15分から30分程度の、仮眠を促すと、午後の、その食後の眠気とか疲労がなくなって、午後の作業効率がアップするというパワーナップ。なんかかっこいいですよね。パワーをもう一度回復させるナップみたいなね。なんかこうアメリカの会社とか、外資系の会社とかでは結構取り入れられていて、なんかよくあるね、すごく大きな企業で誰もが憧れるようなね、企業でなんかこう会社にさ、こうなんか傘みたいなのがついてるソファーみたいなマッサージチェアみたいなのがあってなんか座って上からカポって頭にかぶせて、ちょっとこう暗くしたり静かにしたりして15分から30分ぐらい眠ると。よく15分と30分で済むなって思うんですけれども、私個人的にはねでもそれでだいぶ午後の効率が良くなるということで、だとしたら会社にとってもプラスですよねって思ったりしちゃいます。だからね、居眠り、お仕事されてて居眠りってね、ちょっとなんか誰かのブログとかでとかツイッターとかで読んだことあるような気もしなくもないんですけれどもね、なんかそれでなんかビクビクして、やばい誰かにバレちゃったかななんて思うくらいだったら15分か30分ですからサクッと寝るようなシステムをですね、会社側が取り入れるべきですよねなんていうふうに思います。もちろん選べるわけですからね、してもしなくてもいいみたいな。でもそうするとなんかしにくいのかな、私パワーナップ行ってきますみたいなすいませんちょっとパワーナップの時間なんで行ってきますみたいな、なんかそういう風にはならないのかもしれないですね。なんか制度だけがあってでもみんな実際は使ってないみたいな、なんかあるあるですよね。だからもういっそのこと強制的にもう社食でご飯食べてそのままもうなんでしょう、和室みたいなところに流れて全員流れて、もう強制的に消灯みたいな15分から30分間の間は死後禁止みたいなね、スマホ禁止みたいな、
なんかちょっと学校みたいですけど、でもそれぐらいにしないとなかなか難しいのかもしれないですね、一般的には。あとですね、15分から30分でなんかこうパッと目が覚める雑学みたいなのもちょっとね、お医者さんからね一度聞いたことがあったんですよ。本当にね、お医者さんとね、普通の診察ですよ。でなんかたまたま雑談するような機会があって、その時に、まあ、どれぐらいお昼寝してますかみたいな話になぜかなったんですよね。本当全然関係ないんですよ、診察と。なんか皮膚科の先生だったんで全然関係ないんですけど。あのーお昼寝をね、するときに、なんか15分30分で私起きれないんですよって話をして。まあ1時間か1時間半ぐらいはもうがっつり寝ちゃいますね。もう下手したら2時間ぐらい寝ちゃう時もありますと。言った時に、コーヒーをですね、冷ましておいて、ガブ飲みをして、ガブ飲みですよ。こうちょっとずつ飲むんじゃなくて、ちょっとずつこう味わって美味しく飲むんじゃなくて、ガバーって飲んで、すぐに寝るってやると、15分から30分後ぐらいにスッと目が覚めるらしいんですよ。なんかカフェインがね効き始めるのが飲んですぐじゃないらしいんですね。飲んでから15分30分ぐらいで効き始めるらしいんです。なのでちょうど起きる時に目が冴えるような形になりますよみたいなことを教えてもらったことがあります。先生もね実際にねそれ実践されてるということで、まあそうですよね、病院の先生ってなんか昼にちょっと休みがありますよね。うん。診察ってちょっとさ12時までで次がなんか2時からとかなんかそういうのと多いですよね。なのでその間にお昼ご飯食べてパワーナップして、午後の診察に備えるみたいな感じだったんでしょうか。もしかしたらですねそれやってみてもいいかななんていうふうに思ってるんですけど、私は結構がっつり寝るのが大好きです。ごめんなさい、先生に教えてもらったパワーナップのやり方全然実践してません。ごめんなさい。ここで謝っておきます。というのはね、やっぱりね、わかるんですよ、理屈としては。さっと起きれますよ、爽快感ありますよってすごいね、理屈としてはわかるんですよ。頭いいなって思うんですけど、やっぱりね、長く寝たっていうその感覚はね、実際長く寝ないとできな、ないんじゃないかなって、同じものはね、ないんじゃないかなっていう理屈です、私は。ねえ、ダメなんですけどね。あ、ダメって言っちゃいけないのかね。冒頭でも言ったように、昼寝イコールサボり、昼寝イコールタイマンみたいなね、感じではないわけですからね。あの、そういう考え方はね、良くないっていうところなんですけれども。いやー、どうなんでしょう。私はですね、ちなみに大体、まあ、そうですね、夜に9時から5時ですから、まあ、8時間しっかり寝て、プラスお昼寝1時間っていうところでしょうか。で、真夏とか、ちょっとね、暑くて疲れちゃうような時だったり、あとはですね、そうですね、秋口ぐらい、こう夏の疲れがこうだんだん出てきて、なんとなく体が重苦しいなみたいな時期になると、1時間半、2時間ぐらいお昼寝しちゃいます。ってなると、そうですね、夜に8時間、プラス2時間って考えた時に10時間になるんですよね。確かね、ロングスリーパーの定義が、ちょっと調べてみますね。ロングスリーパーの定義。確か10時間じゃなかったかな。9時間から10時間とかだった気がする。そうですね。一般的には1日9時間以上の睡眠を必要とする人を指すことが多いですが、明確な定義はありませんというところなんですが、まあまあまあ、ちょっと当てはまっているのかもしれないな。まあ別にね、何に当てはまってもいいとは思うんですけれども、だって、ね、かの有名な大谷選手だって、イチロー選手だってそうですよ。まあ私そんなにすごいことしてないですけど、もちろんね、10時間ぐらい寝てるって聞いたことがありますよ。なんかこう、なんでしょう、こう球場のこの、なんていうのか、控え室っていうんですか、そういうところになんかすごいこう自分専用のマットレスをね、持ち込んで、そこでこうパワーナップをすることもあるみたいな記事をね、読んだことがあります。まあまあ、ね、ちょっとすごい人を並べすぎてしまってなんか恐縮なんですけれども、やっぱりね個人個人でペースがあると思いますから、もちろんね逆にねショートスリーパーの方が良くないとかそういうわけでは全然なくて、逆にこう
ショートスリーパーの方は効率がいいねなんて、そんな風にね言うのも個人的には良くないかなっていう風に思っていて、それぞれの方にねそれぞれの体質がありますし、悩みもありますし、大変なところもあると思うんですよね。うん。そう眠れないとか、逆に寝すぎてしまうとか、もう疲れが取れる取れない関係のないところで悩みを抱えてられる方もたくさんいらっしゃると思いますので、何がいいとかそういうことをね言うつもりは全くないんですけれども、個人的にはですね、お昼寝、仮眠、パワーナップ、結構気持ちいいですよ。私はねかなりおすすめ。やっぱりね昼寝の達人としてしましては、もちろんね外で働いてられる方、例えば家事育児しなければならなくて時間がね制限されている方は、そんな昼寝なんてしてる時間ないよっていう方もいっぱいいると思うんですけれども、ちょっとねお時間ある時に昼寝の歴史だったりとか世界的な文化だったりとか調べてみますと、ちょっとねお昼寝の効能だったりとか、こんないいところがあるんだなんていう風にねまた再発見があったりして、昼寝の達人に私のようになれるかもしれません、近づけるかもしれませんというところでした。というわけでですね、長くなってしまいましたが、最近誰かに言われて嬉しかった言葉の一つ目が、昼寝の仕方がうまいねという言葉。なんかねありがたく受け取らせていただいたなっていう記憶があります。さてさて、2つ目なんですけれども、私が最近誰かに言われて嬉しかった言葉は、キャロットケーキが美味しいお店と同じ味がするね。ちょっと待って、どういうことってなるかもしれないですけど、私が提供というか、お友達に食べてもらった私の手作りのキャロットケーキがありまして、それに対してのその子のコメントですね。その方はですね、すごくよくカフェとか、お家がね、私とはだいぶ離れているところに住んでいるんですけれども、結構都会のお住まいで、近くにおしゃれなね、カフェだったりとか、レストランだったりとかが結構あるようなところにお住まいなんですけれども、キャロットケーキが好きだというところで、その方のために私もキャロットケーキをこしらえたという感じなんですけれども、それを食べてコメントいただきました。キャロットケーキが美味しいお店と同じ味がする。これはね結構嬉しかったなと思います。なんかやっぱりお店と同じ味がするって結構褒め言葉としてはねランク高いじゃないですか。嬉しいものですよね。やっぱり商売する方が作られるような味と、似たようなあるいは同じような味がするって言われてしまうと、いやー嬉しいなーなんてね。さて、キャロットケーキっていうものの存在なんですけれども、皆さんキャロットケーキって普段は食べますか？私もね、結構好きではあるんですけれども、自分でね作って食べるかっていうと、実はなかなか食べることはない。その時はですね、たまたまねキャロットというか人参がですね、なんかね市場に並ばなかったのかわからないんですけど、なんか時期が違ったのかな。なんかねスーパーに行っても人参がねすごくね小さくて高かったりとか、あとはねもう棚自体がなかったりとかした時期だったんですよ。なんかねちょうど物価高が始まったところで、野菜の供給がすごく不安定だった時が一時期ありまして、田舎だからっていうのもあるかもしれないんですけれども、野菜とか、他の商品何でもなんですけれども、きちんとスーパーの方に届いてこないっていうような時が一時期ありました。そんな時にですね、人参の棚が空っぽで、これはちょっとキャロットケーキを作るつもりだったんだけど作れないなっていうようなことをつぶやいたんですよ。でその時はですね個人的にお誘いしたっていうよりもホームパーティーみたいなものを私が主催していたものですから、何人もの方がいらっしゃる、そうですね、合計で17名ぐらいだったかなが、いらっしゃるような会を私が、開いていたという感じだったんです。なので、その会にですね参加される予定のね、また別の方なんですけれども、その方がこっちに人参が新鮮な人参がいっぱいありますよということで、私にねたくさん送ってくれてたんですよ、事前に。
いいなと思って。これだけ新鮮な美味しそうな人参があれば、天狗そばね、本領発揮いたしまして、キャロットケーキ作れるなっていうふうに思って、それでキャロットケーキを作って振る舞ったというところだったんです。他にもね、いろいろご飯だったり、スイーツだったりも作ったんですけれども、キャロットケーキは結構メインの方に入ってきました。キャロットケーキはですね、人参をすりおろしてですね、ですりおろすっていうのもね、完全にこうなんていうか大根おろしみたいにしちゃうんじゃなくて、汁が出ない程度に細かく刻むという感じで、なんでしょう、フードプロセッサーでガッ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 ってちょっと軽くかけるぐらいで、つぶつぶになればいいけど、汁は出ないようにぐらいの感じの、なかなか難しいんですけど、その加減がね、私もね、よく失敗しちゃうんですよ。それぐらいの、大きさに、粒に、砕いて、それで、生地の中に入れると。で、生地を焼きましたら、冷まして、その上に、クリームチーズ、レモン、それから、お砂糖ですね。それを混ぜてこう練ったようなフロスティングを上に塗って、それで、ケーキごと冷蔵庫に入れる。で、一緒に冷やすと綺麗に切れますよというようなものです。なかなかね、美味しくできたな自分でもって思ってたんですよ。これ喜んでもらえるだろうなって思ってた。結構ね、生地の方はこのフロスティングの水分を吸ってしっとりするんです。で、フロスティングの方は逆に水分を吸われて、こうちょっとこう、なんでしょう、ほんと硬めのチーズみたいな、ちょっと硬いんだけれども、こうキャラメライズというか、キャラメル系の、なんて言うんでしょう、こうねっとりしたような、結構満足感高めのチーズっぽくなるんですよね。それでこう合わせて食べるとちょうど美味しいみたいなところで、結構高評価いただけました。やっぱりね、お料理を褒めてもらえるっていうのはね、なかなか嬉しいものですよ。ね。特にね、私ね、スイーツ系が実はあまり得意ではなくって、こうご飯系って言いますか、おかず系のものとかだと結構自信があったりする品目はあるんですけれども、全てではないんですけど、もちろん。これとこれとこれなら得意だなみたいなのはあるんですけれども、お菓子っていうのがね、実はなかなかなくって、ちょっとコンプレックスではあったんですよね。なんかね、やっぱりお砂糖を入れるからかわからないんですけれども、焦がしてしまったりだとか、なんかね、細かいところでね、ちょこちょこつまずく。例えばケーキを焼いたら型から出てこないとか、あとはクッキーを焼いたらなんかこう硬くなりすぎてしまうとか、逆にこうなんかやわやわしててすぐにこうしけってしまうっていうんですか、こう火が通りきっていなくって、タッパーに入れておいてもなんかしんなりしたようなクッキーになってしまうとか、なんかね、そういうね、ちょっとね、なんかこうあと一歩足りないんだけど、その一歩がすごくでかいみたいな感じで、なかなかね難しいものだったんですよ。でもね、キャロットケーキをこうして褒めていただいたことで、結構自分の中で自信がついたと言いますか。うん。次もね、ホームパーティーをしたいなっていうふうに考えているんですけども、何作ろうかななんてね、ちょっとワクワクして考えられるようになりました。次はね、秋頃をちょっと予定しているんですよね。これ、ちなみにやったのが春頃、早春ですね。春が来るちょっと前ぐらいだったので、真夏に1回やってもいいんですけれども、真夏にやるとちょっとね、暑いですよね。人がいっぱい集まるとね。なので、秋口ぐらいがいいかなっていうふうに考えていると、やっぱり美味しいのがさつまいもだったり、かぼちゃだったり。そのあたりでやっぱりもう一回ね、例えばかぼちゃのチーズケーキだったりとか、さつまいもでスイートポテトだったりとか、なんかその辺もいいんじゃないかななんていうふうに考えています。夢は膨らみますね。一回褒めてもらうとね、結構調子乗るタイプなんであのこれ美味しいよって言ってもらったら、じゃあ次もちょっと似たようなの作っちゃおうかななんてね、思ったりもします。皆さんだったら何が食べたいですか？どんなケーキが好き？
結構ねこう洋菓子屋さんで売ってるみたいなクリームにこう包まれたようなね、ああいう系のケーキはね私作ったことが実はなくって、ちょっとね苦手かもしれないです。クリームがねきちんと立てられるかとかもよくわかんないし、こうちょっと時間勝負みたいなね、温まっちゃったらなんか溶けてくるみたいな感じのやつになってくるとなかなか難しいんですけれども、こう焼き菓子方面のケーキだったら、キャロットケーキみたいなああいうものだったら結構できるかなっていうふうに思います。キャロットケーキ褒められました、ありがとうございましたということでね、最近誰かに言われて嬉しかった言葉の2つ目でした。さあ、誰かに言われて嬉しかった言葉、最後のテーマになってきましたが、天狗そばは3つ目、何言われて嬉しかったんでしょうか。寝癖が似合ってるね、直さなくていいんじゃない、これですこれ嬉しかったんですよ。なんかね、なんでしょうね、なんかちょっと真面目な話になっちゃうかもしれないんですけど、女性ってなんかくくったらいけないのかな。なんかいつも、男性の方も職業柄そういう方はいらっしゃると思うんですけども、女性ってなんかこういつも身なりを整えていなければならないっていうか、社会的にそれが求められているような妙なねプレッシャーみたいなのがある気がするんですよ。なんかこう男性に寝癖がついてるのと女性に寝癖がついてるのとだとちょっとなんかこうちょっと違う見え方がするんじゃないかなみたいな。私もね寝癖をつけて出て行ってね、まさか褒められるとは思いませんでしたよその子はね別に私をね励まそうと思って、寝癖が取れなかった私を励まそうと思って言ってくれたわけでは全然なくて、と言いますのも出かけて行ったっていうよりも、その子がうちに泊まりに来まして、お友達がですね、それでもう私が寝癖ついた状態で朝ごはん作ってて、その子のためにっていうところで言われた一言だったんですよね。その寝癖ね、なんかパーマみたいに見えると。なんか私もともとこうすごい直毛な髪の毛だったんですけれども、そうですね、23ぐらいを過ぎて、23、4ぐらい過ぎて大学卒業してぐらいから、異世界に大学はあるんでしょうかね。なんかだんだんキャラが崩れてきてるんですけれども、まあいいでしょう。そうそう、大学をね、大体卒業した頃ぐらいから、なんかね、こう、体質が変わったのか知らないんですけど、こう、髪の毛がうねるようになってきたんですよ。で、朝起きた時は結構髪の毛がうねってる状態なんですね。こうお風呂出てドライヤーしてっていう時は直毛なんですけど、寝て起きてってなるともううねうねなんですよ。その時にね友達に言われた一言で、そう、寝癖似合ってるんじゃないってね、私だったら、その女性のねお友達だったら、私だったらもう寝癖直さないと絶対外出ていけないような髪型になっちゃうけど、天狗そばのその寝癖だったら全然外行ってもいいんじゃない、直さなくていいんじゃないっていう風に言われたんですよ。でその後ね私がねこうそう言わずにと思って直したら、いややっぱり直さない方が可愛かったと、直さない方が自然ですごく良かったという風に言われたんですよ。なんかね直さないこう髪の毛がこうわさわさわさってうねっている状態の方がなんかね遊び慣れてる軽い女性の感じって言われそれって褒めてんのかなって思ったんですけどなんか親しみやすくて遊び慣れてる感じの楽しい女性っていう感じがする、明るい感じの女性っていう感じがすると、だからもう次から直さなくていいんじゃないっていう風に言われたんですよねもちろんねお仕事とかでいくら似合っているからとはいえね、明らかに寝癖であるという状態の場合は直した方がいいとは思うんですけれども、プライベートとかで、ちょっと出かけたりとか、コンビニ行くぐらいだったら全然直さなくてもこの人寝癖めっちゃついてるやんっていう風には思われないんじゃないかなっていう髪型だったそうです。なんか嬉しいね実はねその後に
美容院で美容師さんとお話をする機会があって、私ね、美容院でほとんど喋らないんですよ。ネクラなんでね、基本的にアッパーなテンションの、なんかね、すごい喋りそうでしょ、この状態聞くと。でもね、すごいね、アッパーな、明るい美容師さんとかをね、前にしてしまうとね、萎縮してしまいまして。じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい。みたいな感じで、小声でね、喋ってるんですけども、あの、たまたまね、ちょっと落ち着いた雰囲気の、すごく距離感が気持ちいい感じの美容師さんに当たったことがありまして、その時にね、美容師さんが、同じくね、ちょっと褒めてくださったんですよ。これ、テンパですかっていうふうにね。で、そうです。実は直毛だったんだけども、大学卒業した頃ぐらいから髪の毛がうねり始めてっていう話をして。そしたら、もうなんか本当にパーマかけなくていいんじゃないですかって、もうこの先ね。なんか本当にパーマみたいなかかり方がしてる。なんか左右対称らしいんですよ。普通うねり方ってなんか左右一方向によくあると思うんですけど、風が吹いてるみたいな風に髪の毛がピーンって一方向にね行ってしまう場合がほとんどで、うねり方としては。でそれを例えば両方向左右対称にするっていうのが正しいパーマのコンセプトというか、かけることの目的だっていうんですけれども、私の場合はもう左右対称にすでにうねりがなってるので、この先宿毛矯正というか直毛に戻すみたいなパーマのかけ方はあったとしても、うねらせるみたいなカールをかけるという意味ではもうしなくていいんじゃないっていうふうに言っていただきました。それぐらい左右が対称にカールしているということなんですかね。ありがたいんだか何なんだか個人的にはですね、あんまり髪の毛のこともわからないですし、360度ね、自分の髪型を見ることもできませんから、鏡を見て、前からしかね、見ることができないので、そういうもんなんだななんていうふうに軽く捉えております。でもね、やっぱりね、寝癖が似合ってるから直さなくていいんじゃないって言われると、なんかちょっとやっぱり気が楽ですよね。最悪の場合、メイクだけでいいのかなみたいな。うん。なんかそういうちょっと気が楽になる、さっきのキャロットケーキもそうだと思うんですけども、ちょっと自分がね、こうしなきゃならない、お菓子は美味しく作らなきゃならない、あとは寝癖だったら直さなくちゃならない、外に出るんだったら身なりを正さなきゃならないとか、いくつかべきだっていうのがいくつかある中で、それしなくていいんじゃないとか、もううまくいってるよみたいなことをやっぱり声かけてもらえると、それってすごく嬉しいことだよなって思うんですよね。なんてね、そんな風に考えてみました。分析してみました。最近誰かに言われて嬉しかった言葉。3つでございました。皆さんはいかがですかね。どんな言葉を言われて最近嬉しかったかなっていうところで聞いてみたいなって気がしますので、もしよろしければコメント欄かどこかに書いてみてください。さてさて、今日もですね、雑談しまくってしまいました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。楽しい時間を過ごしていただけましたでしょうか。次回の放送もね、盛りだくさんですよ。いつも通りですよね。雑談。100の質問もですね、もう7つ目に来ましたね。次は8つ目。ぜひお楽しみにしていてください。そしてですね、毎回しつこいなっていうところなんですけれども、楽しいなというふうに感じてくださった場合はですね、チャンネル登録とコメントなんてしていただけるととっても励みになりますので、よろしくお願いをいたします。ということで、今回の放送はここまでです。またね。バイバイ。